すいません、どうも、本当美味しかったです。どうも。しました。じゃあ梅おろしの味噌カツセットです。コップ屋さんの名前が道具屋さんっていう名前。そうそうそう、加藤道具店っていうのがコップ屋の名前だった。で、そこから道具屋だけ取って、道具屋だけ取ってた。うん。なるほど。はい。ちょっと2八よりか、ちょっとそば粉がちょっと多いぐらい。書き方が難しかったんで、2八にしたんだけど、91までいかないけどっていう。2八でもいいんですけど、ちょっとね、割合、ちょっとそば粉を多くすると、食感とか香りがちょっとね、違う。僕は、店ついてから考案されて。近所の豆腐屋さんのが同級生なんですよ。まあ、そいつがちょっと、こういう揚げを、作ってるのなんか使えんかっていうで、考えて、やってできたのが今揚げおろしそば。そば粉もこの時のやっぱり気温とか湿度によって水の含み方がちょっと違うんで。お客さんって地元の方が中心ですか？そうやね。まあ土日は観光客が多いけど、今最近たまに平日でも観光客来る時はありますし、まあ普段はでもやっぱり地元の人が多いですね。揚げおろしが主で、
まあこれのプラスでミニソースカツがついた揚げおろし膳っていうのが割と出るし、まああとはおろしそばとミニソースカツセットっていうのも出ます。あと意外に多いのが天ぷら、エビ天おろしがよく出る。火を入れてからかき混ぜることによってうん、角が取れる。角が取る。うん。ウスターソースのちょっとね、まろやかさになるっていうか。開いた。オーブンの上にある。で、これから先使ってオーブンの上に溶かしているやつ。下かな。まあこんだけでいいけど。いけ。いいな。今いいか。今いい。当日は。すみません。もう。揚げおろしそば。
いただきました。うん。はいどうも。もうほらもう80過ぎますでしょ、そうするともう食べたいものもむどくさと食べて、ここの揚げが、そうですよ、美味しいですね。美味しいですよ本当に。ね、鯖江から来た甲斐がありました。はい、行きます。すみません。お水一つ。はい。死んでる方のように沈んでるように。はい、どうぞ。揚げおろしが一番やね。揚げなんて福井県特有のもんじゃないですか。だからそれをうまく活用しているっていうところが一番すごいな。いつも何注文されてるんですか？揚げおろしです。今は福井単身赴任中ですけど、やっぱりおろしそばといえば道具屋さんかなと。どういうところが美味しかったですか？絞り汁の大根おろしの感じもなんかまろやかで良かったですし、やっぱ厚揚げが厚みがあって良かったですね。冷たいのするか？なんでもええよね。あんな任せる。揚げおろし膳の大盛り、おソースとベジタブルソースください。いいよ。いや、こんだけやっぱり外は今24度とかやとおろしそば食いたいなと思ってどっか美味しいとこないかなって全部バッと入ってズズッとやっぱり食えるこの手軽さとかってやっぱりすごいいいっすよね。美味しいございました。小松にない味やね。あ、すみません。すいません、どうも本当美味しかったです。どうも。どうも。はい、お待たせしました。じゃあ梅おろしのミニソースカツセットです。じゃあ梅おろしそば。ありがとうございます。よく寝てる。あとソースパックのも食べれるのは最高ですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。気をつけて。ありがとうございます。
のハードンです。はい、揚げおろし膳です。はい、出しかけてどうぞ。メルスプラン加点させメリコン